ドリル垂直ジグをテこ入れしてみた。調査対処解決編。テこ入れの調査対処。つい最近購入した格安のドリル垂直ジグを開封して組み立てました。切り先を取り付けて垂直を確認します。ベアリングとチャックの軸ずれはほとんどないようです。垂直を確認してみると切り先が芯に来ません。シャフトと軸受けに隙間がありすぎて切り先が中心から5ミリずれています。シャフトの軸がガタつきます。格安ゆえの症状なのでしょうか。でもこの部分は一番大事なところです。もう少し原因を探るため再度分解します。チャックは爪の中の左ネジで止まっています。購入時に取り付いていたものですが一回増し締めします。六角レンチをチャックにかませて増し締めします。こちらは右ネジです。増し締めしたので先ほどの左ネジを再度取り付けます。チャックの増し締め完了しました。さて肝心のこの部分ですが見てわかる通り軸受けの隙間でガタついています。シャフトは動いていません。軸受けの方が動きます。シャフトを解体します。シャフトの径を測定します。 13.9 ミリです。 W16 分の9のワッシャーです。穴径はシャフトとほぼ同じです。この内側をヤスリが消して 0.2 ミリほど削ります。14.9 ミリです。これよりも限りなくシャフトの径に近くします。ワッシャーを繊細に削りました。2液性の接着剤です。これでワッシャーを接着して挟み込みガタつきを抑えてみます。板材を使って軸を平行に固定してから接着しました。動きもスムーズでガタつきもほとんどなくなりました。復元します。
強く締め付けます。テこ入れした結果、組み立てが終わりました。もう一度確認します。ずれていません。隙間がなくなってガタつきもほとんどありません。これで少しは施工に貢献できそうです。メーカーさんにはここが心臓部なので改善に期待したいと思います。手を加えたついでにチャックも 13mm までのものに交換します。この製品は 10mm までしか挟めません。ドライバーを右に回して左ネジを緩めています。左ネジです。六角レンチを挟んでネジを緩めてチャックを外します。10mm までのチャックを止めているボルトはほとんど8分の 3-24UNF です。13mm になるとボルトサイズは2分の 1-20UNF になります。この製品は 13mm まで挟めますがボルトサイズは8分の 3-24UNF です。残念なことに左ネジは添付されていません。別途左ネジを準備します。チャックが大きくなった分ネジも長いものが必要なので既存品は使えません。 M5-25 平ネジ左ネジを使います。六角レンチでチャックを締め付けます。トラブルです。チャックが大きくなった分底部が軸受けの縁に当たります。ワッシャーを挟んで端を浮かせます。うまくいきました。これから切り先を使って検証します。
簡易ですが、板材を置いて水平を作ります。スコヤを使って垂直を確認します。きちんと垂直が出ています。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。軸受けをワッシャーで挟み込んだだけなのですが完成しました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。